2種類のラインがありましてね、アニメ業界も CG を活用していかないといけないだろうということ、そういう意味では我々はいろんなことやってまして、本当に純粋な 3D 的な作品もやっていかないといけない。どうしても 3D の CG というと、当時まだゲーム産業の方ならやるゆとりがあるけれども、まあテレビ中心のアニメ会社ではね、まだまだ作る勢いが足りなかったっていうことと、それからそのガンダムミュージアムですね。そこで地下のスペースで1周年記念で上映するものを求めていたっていうのがあって、じゃあまあいきなりそういうテレビシリーズでどんどんいくっていうわけにも当時いかず、まだガンダムものでもありますしね、そういうところでかけていけるようなものからやったらどうだという企画が生まれてきたと。まあジオニストもいっぱいいるし、それは分かりきってんだけど、みんなサンライズはどうしてもガンダム出さなきゃいけないというねような意識も強く、だから相当特別なところでならそれが許されるかもしれないっていうところはあったわけですよ。いやもうぶっちゃけた話がね、それぐらいねやっぱりガンダムは連邦の話なんだという大前提はね基本的にあるわけで、いくらそのジオンをよいしょした作品があったとしても、やっぱり連邦サイドから見た絵に最後的にはなるっていうものの作りがオーソドックスな作りと。それでまあ僕なんかはへそが曲がってますからね、地上のねガンダムミュージアムではガンダムの大仏様がドーンとあるわけだから、地下でジオンをやんなきゃどうするんだと、そういう感じでですね、いっぺんそういうのがムフフって見れるような空間じゃないのと、チャンスじゃないのっていうことですよね。
全部システムを新しく構築するぐらいの気分ではいましたね。なんで結構飛び歩きましたよ、スタッフ集めにも。だから本当にゼロから作ってるっていう意識が強いですよ。もちろん当時ね、いろんな人の協力は得ましたけれどもね、ああいうキャラクター、人物キャラクターの作りの手段一つ、ゼロからの構築でしたね。ガンダムを 3D で絶対やんなきゃいけないっていうところは本当は最初なかったですよ。ただまあ時期かなとは思ってますし、まあいろいろとね、ゲームでは 3D が当たり前にもなりつつあり、視聴者がやっぱり3D を認めるようになってきたんじゃないかなと。やっぱりアニメっていうのはキャラクターがとっても強い映像で、 3D の方がキャラクターはまだ弱いだろうという時に、どうやってキャラを立てていくかといったようなことも含めて実験でしたね。嘘800ですよ。そんなもの新型機だ新品だって言いながらえらい汚れとるんですわ、両軍とも。もっと掃除しろよって感じですけどね。もう3年ぐらい戦ってきたんじゃないかっていう汚れ具合とかね、思ってらっしゃる方もいると。また宇宙空間でそんな汚れるのかという人もいますけど、やっぱりらしさっていうところですからね。とにかくモビルスーツが圧倒的なガンダムワールドですからね、人気から言ってね。だけどもまあモビルスーツを立てるためにはその周りが必要で、ついついその周りを描くのがおろそかになりがちなのは、これは 2D でも 3D でも変わりはしないことですよね。だからこれは 3D とは特に関係はないかなとは思ってますけれどもね。やっぱり周辺を描けばモビルスーツはおのずと立ってくるということではないですか。Let me explain. Side 1. Side 2. Side 3. Side 4. Side 5. Side 6. Side 7. We have named this new world the Earth Sphere. Based on this new equilibrium, mankind will solve the problem of overpopulation and increase our productive capability. Approximately 60 million people can be accommodated by 3 strips of ground surface, each 26 kilometers long and 3 kilometers wide. God will surely bless this newly created land.
いつも言ってるんですが、演出には2種類いるんです。完成して嬉しくてたまらない人と、完成してあそこがやりきれなかった、あそこが不十分だった、あそこが失敗したってくど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 悔やむ人間と、大体大別すると2種類なんです。僕は後者の悔やむ方で、もっと時間があったらとか、もっとあの時ちゃんと言ってればとかいう後悔が先に立ってですね、もう生死に絶えませんね。これはね、別にイグルーに関係なく何でもそう、普通のアニメーションでもそうなんですよ。ですんで観客の反応っていうのは他のプロデューサーさんから聞いたりすることの方が多くてですね、一応行くんですよ。行くんですけど舞台裏からこうやって一応見てはいるんですけどね、どっちにしたってもうなんていうの、針のむしろですね。昔ファーストを楽しんだ、ファーストガンダムを楽しんだ世代がいるわけですよ。それでそれをミュージアムっていうもので懐かしく見に来る人がいて、その人たちの SF 感、その人たちがファーストで捉えた SF 感っていうのを別のね 3D というものでは切り取ってますけど、表現形式は変えないっていうことなんですよね。そこでその上で懐かしいそのものを見た後に地下に来てですよ、お父さんだけでもね、子供をあやすお母さんは手放してでもですね来てくれてる人がいて、その時に新しい提案っていうのはね 3D であり、ジオン側という切り口であり、いろんなちょっとしたものはあっても全体は変えてない。 CG になったから宇宙船の飛び方を変えちゃったとか、そういうようなことはやっていないっていうことですね。そこら辺で今を感じてもらいながら懐かしむ不思議な関係っていうのが非常に実験的に行われたと思ってるんですね。
一話完結的なので、まあ全部見れない人がいてもいいやと。それはシアター B1 という地下で見る限り全話数見れない人もいるだろうということで、一話こっきりで結末がはっきりしている作品作りはしたかったんですけどね。ただ一年戦争をその実験部隊がアーバオ君の戦いの最後まで駆け抜けることは3本じゃ無理だなっていうのは最初から分かっていて、まあ7本やらせてくれませんかっていう話をいろいろしてたんですけれども、まあいろんな意見が出てトータル6本でやりましょうということで、残り3本を黙示録という形で日の目を見させていただいたってことですよね。メカニックの人間が本当に技術だけで冷静な思考を持てるかっていうと事実上持てないんですよ。実はそのメカニックの人は客観的な感情とか必要なんでしょうけどね、実はそれはプロデューサーも一緒でね、スケジュールとかなんだとかお金だとかすごい客観的な計算がいるんだけれども、でも実はその作品を作る情熱であるとか思い入れっていうのは必要でね、それ以上にね、メカニックも一緒だと思うんですよ。そうするとね、そっちを描かないとドラマにならないわけ。そうすると客観的にものを見る人がいなくなっちゃうんですよ。そうすると日の目を見なかったせいとかね、そういうのが出せない、ただの熱血ものになっちゃうんで、そりゃいかんでと思ってああいうキャラクターを置いたんですけどね。主人公がね、あんまりねジオン側でジークジオンやっちゃうとねダメなんですよね。なんでゲストの主人公を立ててそれを見守る人として通すということでやりましたがね、別に珍しいかというとテレビシリーズではちょっと成立させにくいキャラクターになってしまいますよね。どうしてもそれだと主人公にはいかず脇の方の重要なキャラぐらいで終わっちゃうんですか。まあそれが主人公といえば主人公ですし、オリバー・マイという人は脇役の重要なキャラでね、各話のパイロットたちが主人公といえばそれはそうだろうと思いますし、はい。ようこそ連邦軍初のモビルスーツコックピットへ。私アムロレイ隊員がご案内いたしましょう。これは地球連邦軍が V 作戦のために設計したものです。まず君の正面にあるコンソールパネルについて解説します。パネル下部のセレクトボタンは必要な情報を選択・表示させるものです。中央上の円形ディスプレイはジャイロコンパスと加速度計が連動し、機体の移動方向や母艦の位置を表示します。コンソール中央にあるのはマルチファンクションモニターです。タッチパネル方式により何事だ。これで特別メニューは終わりです。また君に会える日を待っている。モデリングとのいたちごっこですよね。
要するに時間と予算と演出のやりたいこととメカニックデザイナーがどこまで細部までデザインしてくれるかのバランスですよね。本物があってカメラ持ち込んで撮っちまえばいけるっていうものとは違うんで、やっぱり大道具でありましてね、映らないところは作らない、まあ本当のこと言えば。なんででも結局ぐるっと作る羽目になる。やっぱり全てが 3D でそうスケジュールの中でいけるもんでもなくね、非常に CG の人は苦労したと思いますし、苦労した結果はちゃんと出ているとは思う。苦労はちゃんと見せてあげるっていうところのバランスセンスなのかもしれないな。同じものを使っていてもね、船だって何だってそうでしょ。クルーが慣れてくれば同じものでもいいものが作れてくるし、いい味わいが出てくるものですし、1話っていうのはとにかく模索ですよ。ノリも見えないし、できたラッシュの想像がほとんどの人間ができない、そういうことなんで、1話見てなんとなく分かったっていう人は多いわけですよね。でまあ1話にあんまり出てこなくもないか。モビルスーツは出てきてますけど、その前に船とか宇宙とか描いたのはそういう意味でもいいトレーニングになってるってことですかね。メカデザイン会議という飲み会がありまして、ですね、メカデザイナーの方々っていうのは付き合ってみれば分かりますが、意外と真面目なんですよ。このメカニックをやってるせいなのか、理屈に合わないことをおっしゃらないのね。そこどっか吹っ飛ばさせるとですね、面白いものが出てくるんですよ。こんなの空中分解するんじゃないのって言ったら、空中分解させようっていう話に持っていったりですね。敵いないじゃんって言ったら、味方同士戦わせようって言ってみたりですね。そういうような、なんだろう、やっぱりドラマとしてはちょいと真面目じゃない、けれども真面目ばっかりやってたって面白くないですよね。図鑑作ってるわけじゃありませんからね。それで日の目を見なかった兵器、一年戦争にね、次から次へとね、新しい兵器を勝手に盛り込みたくないなっていう気持ちもあり、実はザクに代わる量産機がいましたなんていうわけにもいかずですね、その中で日の目を見なかったものにライトを当てましょうということはもうコンセプトではあって、その中でじゃあ大真面目にやってるかっていうとどっかひねくれてる。それイグルの性分というか、まあ僕も含めての性分なんでしょうね。最初はね、だからもう延々真面目な会話が続くんですよ。そんなんだったら核融合炉積んでないとダメだよねとか、なんかその核融合炉積めばいいじゃないですかと。それよりも先に何が見たいか見せたいかっていうことを僕は交通整理をしたつもりで、一個一個のデザインや形状とかはもうデザイナーさんにかなり任せちゃってるっていう感じですよね。やっぱり非常に成功した兵器があれば失敗した兵器もあり、実は成功した兵器がコンセプト的に正しいのかっていうとそうでもないかもっていうのもあり、僕なんかリバティ号なんで、米軍の輸送船、ああいうのはかなり無茶やってる、普通なら考えられないようなねことをやってるんですが、結局量産するということについて圧倒的に勝ったっていう、ああいうジープもそうですよね。直接攻撃兵器ではないけれども、ジープがあることで米軍はどんだけ動きがついたかっていうことでしょうし、そういうような、なんていうかな、あんまり注目されない部分で面白いもの取り上げたいなっていうことはありましたよね。
ようこそ連邦軍初のモビルスーツコックピットへ。私アムロレイ隊員がご案内いたしましょう。これは地球連邦軍が V 作戦のために設計したものです。まず君の正面にあるコンソールパネルについて解説します。パネル下部のセレクトボタンは必要な情報を選択表示させるものです。中央上の円形ディスプレイはジャイロコンパスと加速度計が連動し、機体の移動方向や母艦の位置を表示します。コンソール中央にあるのはマルチファンクションモニターです。タッチパネル方式により何事だ。ジオンの新型モビルスーツ。うわこいつ違うぞ。ザクなんかと走行もパワーも。これで特別メニューは終わりです。また君に会える日を待っている。セルアニメでもね CG でもねそういう名場面があるじゃないですか。そういうのをプラモデルのモデラーの人たちがジオラマ化してくれると嬉しいじゃないですか。そういう部分の提供したいなっていうのはありますよね。でやっぱりね、いくらリアルにプラモデル開発しましたって言ってもその風景がついてこれないと辛いんですけど、まあ我々もそう提供できるわけでもないんですけどね、一つのそういう取っかかりにはさせていただければなと、してもらえればなということですけど、イグルと同じなんですよ。つまり今の若い人たちがシード、ディスティニーとかいろいろ見て喜んでくれるのと同じで、年を取った方、一年戦争大好きって言ってる方たちはもう30超えてるんですよね。それでイグルもそういう方たちがとっても見てくれた方たちで、またプラモデルの雑誌かプラモデラーの人たちもそのアニメとは一味違う CG ものとして喜んでそういうところを取り上げてくれてですね、そういう意味では観客の層がとても変わった作品なんです、イグルというのは。そういうせっかく喜んでくれた層を今後見放しちゃいかんでしょっていうところは感じましたけどね。だからおそらく今回のは圧倒的に年齢層また高めの作品となってしまいますし、その人たちが楽しんでもらえる番組作り考えないといけませんしね。イグルの延長線だっていうのも分かりますし、そうじゃないんだっていうのもあって、その両方がくっついてるような感じっていうんですかね、自分で言うと。それは先ほど言ったプラモデルとの連動がより濃くなってますし、イグルかというとイグルとは何かっていう定義づけになってくるわけですけども、3D を CG を使って一年戦争を扱って熱い男を描いてっていう意味ではイグルなんだろうなとは思いますし、すごく一個のシリーズかというと広くと黙示録ほどのガチッとしたんじゃなく、さあ再スタートしましょうかっていう気持ちは自分にはありますよね。
それから時間的に言って技術はガラッと変わってますね。地に足がついてるってのは難しいですよね。何気ない表現が実は難しいもので、だから宇宙空間でドヒャンってやってるよりは実はとぼとぼ歩いてる方が難しい。やっぱりそういうところではなんだろうな、作業者にとっては濃いでしょうね。まあ内容を見ていただければ主人公も違いますしね。そういう意味で一般的に言うシリーズかというと違いますわね。体系的にシリーズだという感じですか。ようこそ連邦軍初のモビルスーツコックピットへ。私アムロレイ隊員がご案内いたしましょう。これは地球連邦軍が V 作戦のために設計したものです。まず君の正面にあるコンソールパネルについて解説します。パネル下部のセレクトボタンは必要な情報を選択表示させるものです。中央上の円形ディスプレイはジャイロコンパスと加速度計が連動し、機体の移動方向や母艦の位置を表示します。コンソール中央にあるのはマルチファンクションモニターです。タッチパネル方式により何事だ。見せてもらおうか、連邦軍のモビルスーツの性能とやらを。相手がザクなら人間じゃないんだ。何？バカな、直撃のはずだ。こいつビームのエネルギーが使いすぎだ。これで特別メニューは終わりです。また君に会える日を待っている。